Welcome to 京都 Welcome to 夢八幡 TV。 本日も歴史について語ってまいります。本日はですね、伏見桃山城の紅葉の散策に行ってまいりました。前にもこの伏見桃山城の歴史を取り上げたんですが、今私テレビありませんので大河ドラマは見ておりませんけれども、家康のことを取り上げているようなんで、ちょっとそのことにも触れていきたいと思います。本日もありましたですね、伏見桃山城というのはレプリカです。これ1960年昭和39年にですね、遊園地伏見桃山城をキャッスルランドとしてオープンしましてですね、大天守閣が56階と小天守閣が34階で、洛中ライフガイズに描かれたものを元に作られたそうです。今は中に入れないです。外だけ見れるということですね。お庭とかそういうのがですね。2003年に、経営ですね、リストラということで、近鉄がですね、閉鎖したということですが、まあ雰囲気はあると思います。ということで伏見桃山城について、本来のものについて語っていきます。1592年ですね、文禄元年に豊臣秀吉ですね、秀吉によって建築された紫月城ですね。今よりももうちょっと南にあったと思います。朝鮮出兵ですね、文禄の役の開始後に隠居先として、作られたということです。もう少し右行きましたら、東山のですね、東山36峰と言われておりますが、それの南の突き当たりになります。それで宇治川が走ってですね、今はもう干拓されておりますが、小倉池という大きな池があったというところで、非常に月ですね、紫月城は指す月です。月を見るのに適したところで、古来から別荘を構えていたようです。それでですね、また淀川からここ上がってきますので、ここの泡なんかもこういうふうに上がってきて、京都の方とか奈良の方へ行ってたと思いますんでですね、交易の場所だったということです。今は伏見の酒蔵なんかもあります。ということでですね、1594年文禄3年に、秀吉が入城してですね、1596年文禄5年に完成、します。ですがですね、これが1596年がちょうど慶長に変わる慶長元年になるようですが、その時に大地震が起こりましてですね、慶長伏見大地震といって、それでたくさんの方が亡くなられたようですね、城内で。それで倒壊してしまったということですね。で、1597年に、北東、小肌というところがありまして、小肌山に築かれたのを小畑山城ということで、再建されたようです。それが1597年でですね、慶長2年と。で、1598年、慶長3年に、秀吉はこちらで亡くなっているようです。時世の句が大阪の御堂筋のところに残っておりますけれども、どうも亡くなられたはここのようですね。ということで、時世の句も有名ですね。夢の梅雨と慶氏とかいうやつですね。ということです。それと秀頼はですね、
秀吉の遺言でですね、伏見城じゃなしに大阪城に入ったと。で家康がこちらの方にこの伏見城におったようでしてですね、それで、その後関ヶ原の戦いになりますが、その頃守ってたのが鳥居元忠ですかね。これが討ち死にするんじゃないでしょうかね。その時の血塗りの床板とかは正禅寺とか陽芸院ですね。これ33軒の近くで、こちらは高上の方あるんちゃいますかね。そこに残っていると、いうことです。それでですね、1601年慶長6年に家康が入城してきてですね、で二条城を築城を開始すると。今の観光で有名な二条城というのは新しいです。家康が作った二条城です。ということですね。それで秀頼と会うというストーリーですね。で1603年慶長8年に家康はこちらの伏見城で伏見桃山城でですね、征夷大将軍の宣言を受けたようです。これは家康、秀忠、家光まで続いたということです。これ後でも述べようか思ってますが、もっと言いましたらですね、ここの伏見というのは、何回か前にも申しておりますが、伏見宮ですね、天皇家ゆかりの土地でありましてですね、どうも秀吉はこれ太閤とか位を持ってますわね。でこれもともとどんべ役所をやってそこから乗り上がったんだというふうなストーリーになってますが、皇室と関係があると思います。何度も申しますが、裏には矢田からすがおると思います。恥すか五六なんてのは完全にそうですわね。これは後で泡を収めていきますけれど。でそれとですね、ということで、皇室ゆかりということでここで宣言を受けたと私は思います。で二条城で受けるんじゃなしにこちらで受けてるということですね、皆さんね。それで一国二城制というのをですね、秀忠の時代に行ったようですが、その頃まだ家康がですね存命でですね、大御所としてこれを一国一城ということにしようということで、元9年ですね、1623年家光の時代に、この伏見城を廃止されたんだがですね、その後も中入られへんように管理してたようですね。でその後ですね、明治になりましてですね、明治天の桃山御陵としてですね、この伏見桃山城の跡地を証券皇太后の領とですね、その辺が伏見桃山城だったんじゃないかということです。でもともとあったのはですね、今伏見宮の流れですね、光明殿の北朝です、2代、崇光殿の3代ですね、御陵があります。大光明寺陵っていうんですけど、一度散策で挙げたと思いますが、春人王の領にもなっておりますが、春人王は欧州に渡ってハプスブルク家の流れになったということなんで、領に誰が入っているかというのは不明です。宮内庁というか皇室しかわからないということでね、私も仁徳天皇陵の近くに生まれましたですけれども、それからこの海川の方にですね、仁徳天皇が入っているのは後付けだということです。阿波ですね、御陵があったの皆、王神天皇も皆ですね。ということなんで、秘密だということで、一切開けさせないですよね。調べさせないというのはそういうところから来てるんだと思います。それと
家康の邸宅があったのはですね、今の伏見も明治天皇の伏見桃山御陵からずっと降りてきたらですね、今乃木神社になっております乃木大社ですね、大祭る乃木神社のあたりが家康の邸宅だったようです。いろいろ加賀屋敷、町とかいろいろ残ってます、ここあたりでね。ということで、城下町だったということですね。本日は伏見桃山城の紅葉散策で、そのストーリーを語らせていただいた次第です。明日もまたどっか紅葉行けたらいいなと思っております。もうそろそろ終わりのようですんでね。本日はここまでにさせていただきます。どうもありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。できましたらフィードバックの方もお願いいたします。どうもありがとうございました。